初めて沖縄に来ましたんで、今日はマンコで遊ぼうと思います。どうせマンコなんて名前が有名なだけだろう。そうマンコを舐めてる人も大勢いるでしょうから、まず概要から説明しましょう。マンコは、沖縄東南部、那覇市と豊見城市にまたがる、国場川と野羽川の合流地点にできた河口干潟です。名前に湖と入っていて、実際、湖を名乗るに足る広大な水場ですが、実のところ、湖の扱いではありません。人口こそ30万少しと、県都としては控えめな規模ながら、極小の土地を限界まで活用してる加減で、どこまでも市街地の続く那覇とその周辺にとっては、貴重な緑地帯です。無料開放されているセンターの記帳簿を見ると、大半がふらり地元から遊びに来たという人で、県外からの訪問者は稀といった様子です。センターで、マンコの構造や機能について勉強していると、地の人とおぼしきおじいさんが話しかけてきました。内地の人も時々来ますけど、マンコはそんなに有名なんですか？ええ、こっちでは小中学生でも知っていて、みんな積極的に調べていますよ。そう言うと、おじいさんはとても嬉しそうな顔をしました。なんかいいことをした気分です。一通り見学も終えたので、遊歩道にでも入ろうと思います。2009年に、環境庁がマンコにかけたものです。これにより、足元を汚さずに見学ができると表向きには言っていますが、本当の目的は、マンコの自然を守ることにあると、私は考えています。土壌というのは自然のデリケートゾーンです。気持ちよくなってずかずか歩き回り、うっかり外から持ち込んだ種を植え付けて、新しい命が芽吹いてしまったらことです。責任取ってよねって言われてもどうしようもありません。マングースがヤンバルクイナを、西洋タンポポが在来タンポポを脅かした時と同じく、外来生物がマンコを犯していく様を、ただ指を加えて見続けることしかできません。もっと怖いのは感染症です。これだけ木々が立ちんぼしてるところで、たった1本発病したら、瞬く間に病気が広がっていってしまうでしょう。科学リテラシーなど持ち合わせていない動植物は、人間と違い、マスクをつけることも行動制限もできないのですから、どっかの国では、数えるほどのカカオの木から発生した感染症のせいで、国全体のカカオ生産量が半減してしまって、経済が壊滅的打撃を受けたという話です。プランテーションの話を、生物多様性のある湿地帯に持ち込むのは、いささかナンセンスかもしれませんが、とにかく、病気は怖いということです。そんな、普段は厳重に閉ざされているマンコでも、稀に入っていいよという時もあるようで、木道を歩いていると、ところどころに下に降りるためのステップがついています。おそらく、立ち入る時は靴にゴムカバーをはめることにはなるんでしょうが、もっと近くでじっくりマンコを見たい感じたいという人は、時々開催されるマンコの観察会に参加するのがいいでしょう。周辺に生い茂っているこの林はマングローブと言います。マングローブというのは、満潮になると冠水する土地、上寒帯に生えてる熱帯の植物群のことです。最近、マイクラにマングローブの木が追加されたせいで、勘違いしてる人も多いでしょうが、マングローブという名前の植物があるわけではありません。語源は諸説ありますが、そもそもポルトガル語でマングローブを意味するマンゲに、英語で茂みを意味するグローブを付け足してマングローブになったとされています。つまり、マングローブというのは、カーフェリーや一番最初と同じ、10弦の類の言葉なのです。マングローブと呼ばれる植物は世界に100種程度、日本には琉球諸島を中心に7種が生息していて、ここで見られるのはメヒルギオヒルギやヤマヒルギの3種類です。意外と種に乏しいんですね。古い琉球の人たちは、漂う木の林と書いてヒルギリンと呼んでいました。確かに、マングローブの木といえば、大きい根っこを地面に刺した、こういう一般的なものではなく、先っぽだけ地面に入れただけで、潮が満ちたらどこかに漂っていきそうな、あんな感じの木です。足場の悪い湿地に根ざす加減で、こんな独特な根っこになったのだそう。中国語なら紅樹林。染料の色からこう命名されたみたいですが、やっぱ漢字の国のセンスは違います。そのまんまゲームのステージ名に使えそうな名称です。マンコという呼称も、17世紀の中国人がつけたもので、一面に広がる満々たる湖面を見て、こう名付けました。それまでは単に太古と呼ばれてたんですが、やっぱマンコの方が印象的で、大勢に覚えてもらいそうな名前です。前方にマングローブを見渡せる展望台が現れました。ああいうのを見せられると、つい登りたくなるのが私の佐賀です。どうやら水鳥の観察スペースのようです。壁には、マンコで見られる渡り鳥や流鳥の説明書きがかけられています。イランの都市の名前だけが一人歩きして、湿地帯関連の条約なんだな程度の認識になってそうなラムサール条約ですが、そもそも、この条約の正式名称は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約です。マンコといえばマングローブという印象も強いでしょうけども、本題はあれら水鳥たちです。2000年代には、マングローブがあまりに発達しすぎて水鳥が減少してしまったので、マングローブの方を間引くということまで行われたほどです。スコープから泥干潟を見下ろすと、詐欺グループがたむろしていました。生物は全くわからんのですが、くちばしと大宮足が黒いのを見るに、あれは小サギです。奥にいるくちばしが黄色いのは中サギかな。いわゆる白サギと呼ばれる連中ですね。関西だと、そこそこ育った稲の間から頭を突き出してカッポしてる姿をよく見かけますが、冬場はこんなところにいるんですね。SS レアはクロツラヘラサギとかいうやつ。でも世界に1500羽しかいない絶滅危惧種だからね。
そう街中でタクシー拾うみたいにばったり会うこともありません。迷彩色の羽毛で敵の目を欺こうという魂胆みたいですが、人間様の目はごまかせません。スズメみたいな鳥ですけど、街中にいる短足チビデブに比べると体格も良く、足も長いです。イソシミというみたいですね。足を小刻みに震わせているのは、途中に潜む虫をおびき出すためなのでしょうか。高所から泥干潟を眺めるのもいいですが、木道からマングローブ林の土壌を観察することも忘れてはいけません。マンコの土壌は、どこもかしこも常に濡れていて、あらゆるところに小動物の痕跡が見られます。特に多いのは、ミオスジと呼ばれるせせらぎの周りです。なんですが、あいつが歩き回ったせいなのか、お目当ての低生生物たちは引きこもったまま、なかなか姿を見せてくれません。仕方ないので、木道の終点まで行って、干潟を見渡してみると、普通におるやんけ。おびただしい数のカニとハゼが、白昼堂々カッポしていました。ハゼの方をアップしてみると、頭が野球のお兄ちゃんに似てますね。おかずを求めて体をこすりつけながらんごんご這いずり回り、気に障るものが目に映ると、反射的に飛びかかります。でも何も考えてないので得るものは滅多になく、再び、勝てそうな相手求めて動き回ります。明らかに勝てなさそうなカニには手出しをしません。カニもまた、この何考えてるかわからない生き物には手を出したくないようで、徹底的に距離を取り、関わらないようにしています。木道の見学を一通り終えた私は、橋を渡って、対岸のマンコ公園に向かうことにしました。ここいらで、マンコの歴史についてざっと触れておきましょう。さっきも言ったように、この呼称は、古くは太古と呼ばれ、17世紀の中国人はマンコと命名しました。浦賀を訪れる直前のペリーもまた、マンコを見て、その神秘に息を飲んだと聞きます。ところが、彼らの見たマンコは、現在のものとは似ても似つかぬ姿をしていました。国場川に架かる橋の歩道にこんなものがあります。これは、新旧マンコの図です。右側の、若かりし日のマンコは、今よりもずっと大きく開かれていて、うちには豆粒みたいな島が鎮座していました。左は現在のもの、かなり閉じてしまったことがわかります。島はすっかり埋没してしまっています。この変化は、ここ半世紀ほどのうちに急速に進んだもので、米軍統治時代ぐらいまでは、右側のような、入り江とでも言った方が良い形だったそうです。ところが、70年代以降、市街地の拡大に伴い、乱暴に開発を行った結果、大量の土砂が堆積し、現在の巨大な干潟が誕生したのです。閉じ始めて間もない頃のマンコは、全国で5本の指に入る水準の水質汚染により、それは汚く、臭かったそうです。そんな環境の中でも、生命というのはしぶといようで、無数の水鳥が飛来し、マンコは次第に水鳥の楽園と化していきました。そして、90年代になってやっと、マンコのシンボルみたいになってるマングローブ林が生え始めます。あの林、いかにも古くからの自然ですって面しながら、実は、このチャンネルの視聴者の大勢と同い年か、それより若いぐらいの年でしかないのです。基本、自然というのは、万以下は切り捨てという気の遠くなるような時間をかけて変化しますが、時として人間でも観測できる速度感で変貌することもあるのです。そういう意味でマンコは、今後も足しげく遊びに行く価値のあるスポットだと考えられます。というわけで、マンコ公園に到着しました。那覇の希少な緑地帯であり、市民の癒しの場です。この日は、夜中に雨がそぼ降ったせいで、芝生が湿っていましたが、晴れの続いた日なら、地べたに座ってキャンバスに筆を下ろし、マンコを描くのも悪くないでしょう。真偽は不明ですが、地元の小中学生は、毎年、この公園で写生大会をいたすのだそうです。ただ沿道は、基本的に木々に覆われていて、もろにマンコが見える場所は限られています。血気盛んな男子中学生たちが場所を取り合ったりするんでしょうね。一通りマンコを楽しめたので、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。フォローをしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。